1587年2月8日午前8時、イングランド・フォザリンゲー城にて、スコットランド女王メアリー・スチュワート、処刑。祖国を追われ、イングランドに亡命してから約20年の月日が経っていた。生後6日でスコットランド女王に即位し、15歳でフランス王太子と結婚。翌年にはフランス王妃となった生まれながらの女王。輝かしい人生を歩むはずだった彼女が、イングランドの地で断頭台の露と消えることになった理由とは、一体何だったのか。その最後の裏に隠された恐るべき策略。果たして、メアリーには、その罠から逃れる術はあったのか。メアリー・スチュワートは、1542年、スコットランド王、ジェームズ5世とフランス貴族出身のマリー・ド・ギーズの娘として生まれました。ところが、彼女が生まれてわずか6日後、父、ジェームズ5世が急死。まだ生まれたばかりのメアリーは、スコットランド女王となったのです。そんな彼女は、ヘンリー8世の姉、マーガレットを祖母に持ち、なんと、イングランドの王位継承権も持っていました。ヘンリー8世は、彼女と自身の嫡子であるエドワード6世を結婚させようと企んでいたと言われています。しかし、フランスとの関係を重視したマリー・ド・ギーズは、わずか5歳のメアリーを王太子フランソワと婚約させ、フランスへ送りました。メアリーは、フランスで大切に育てられ、美しく、教養ある女性に育ちます。婚約者のフランソワとは、年も近く、友好な関係を築いていたと言われています。そして、メアリーが15歳の時に2人は結婚し、翌年には、フランソワがフランス王に即位。メアリーは、スコットランド女王でありながら、フランス王妃となったのです。この頃、イングランド初の女王、メアリー1世が亡くなり、メアリーは自身の王位継承権を主張し、エリザベス1世と対立。そんな中、もともと病弱だったフランソワは、結婚からわずか3年足らずで亡くなり、まだ18歳のメアリーは未亡人としてスコットランドに帰国することに。そんな彼女は、同じくマーガレット・チューダーの孫にあたるダーンリー卿、ヘンリー・スチュワートと再婚。イングランドの王位継承権を持つ2人の結婚は、エリザベス1世の逆鱗に触れることになりました。翌年には、長男ジェームズを出産しますが、夫との関係は急激に破綻し、ついには彼女の秘書だったダビド・リッツィオの殺人事件に発展します。そんなダーンリー卿も、病気療養中の自宅で謎の死を遂げ、メアリーは、なぜか、夫殺害の第一容疑者だった、ボスウェル伯、ジェームズ・ヘプバーンと再婚。これに反発した貴族たちにより、大位を強要され、息子を取り上げられた挙句、幽閉されてしまうのです。絶体絶命のメアリーは、幽閉先から脱走すると、なんとイングランドへ亡命。敵対していたはずのエリザベス1世に庇護を求めたのでした。そして、ここから、彼女の長い幽閉生活が幕を開けます。エリザベス1世は、身の安全を保証する代わりに、彼女を厳重な監視下に置いたのです。メアリー・スチュアートがイングランドへ亡命してきたこと、ローマ教皇がエリザベスを破門したことで、国内外のカトリック勢力の脅威は増していきました。これに危機感を覚えたのが、フランシス・ウォルシンガムとウィリアム・セシルです。ウィリアム・セシルは、エリザベスの首席顧問官として、即位時から仕えてきた有能なブレーン。そんな彼が才能を見出したのが、後にスパイマスターと呼ばれることになるフランシス・ウォルシンガムです。ウォルシンガムは、熱心なプロテスタント信者として、メアリー1世の時代には国外に亡命していました。3カ国語を操り、人間の行動や考え方の癖、精神的な弱点を利用する術に長けていたと言われます。1573年12月20日、国務大臣に就任した彼は、翌21日には枢密院に議席を与えられました。しかし、その優秀さとは裏腹に、エリザベスとの関係は必ずしも良好とは言えなかったようです。エリザベスは過去の経験からか判断に時間がかかり、感情的で予測不能なところがあったと言われています。対してウォルシンガムはいつでも率直で
物事を批判的に見る傾向があり、人を見下したような態度を取ることがあったといいます。ウォルシンガムにとってエリザベスは優柔不断で危ういと感じられ、エリザベスにとってウォルシンガムは心配性で押し付けがましい存在であったようです。ウィリアム・セシルは相入れない2人の間の調整役となり、極力2人を直接合わせないようにしていたといいます。しかし考え方に違いはあれど、ウォルシンガムが女王の忠実な臣下であったことは疑いの余地がありません。彼はウィリアム・セシルと共に約7年もの歳月をかけ、ヨーロッパ中に緻密なスパイ網を構築していくのです。1568年、イングランドへ亡命してきたスコットランド女王メアリー・スチュアート。彼女の存在は度重なるカトリック勢力の反乱を誘発することになったのです。1569年にはメアリーの解放とカトリック復権を掲げた北部反乱が勃発。1570年にはフィレンツェの銀行家ロベルト・リドルフィーらが起こしたリドルフィー事件が発生。こうした脅威を受け、ウォルシンガムとセシルはメアリーの排除に向けて動き出します。彼らはまずメアリーの過去を調べ上げ、彼女の行動パターンや心理的傾向を分析しました。彼らの分析によれば、メアリーは若くして父、母、さらには夫を亡くすなど、立て続けに不幸に見舞われたことで逆境に強く、危険を冒すことを厭わない性格。また、王族としての特権意識が強く、それによる高慢さが見られる。しかし、スコットランドでの幽閉機関の情報から、住環境の悪いところに隔離され、外部との連絡手段が断たれると、精神的に非常に不安定になるとされました。これらのことから、彼女を同様の状態に追い込むことで、通常では取らないようなリスクの高い行動を取るのではないか、と考えられたのです。しかし一方で、男性を見る目に疑問はあるものの、非常に美しく、最も急進的な反カトリック信者でさえも虜にする魅力がある、とも分析しています。さらに、国内外のカトリック勢力の行動についても分析を行い、彼らが必ずしも一枚岩ではないことを調べ上げました。こうした綿密な調査と優秀な人材の確保を進め、1570年代から80年代にかけ、イングランドのスパイ網は拡大。情報収集、分析の能力が向上し、カトリック勢力の意図や計画、実行能力をある程度把握できるようになっていきました。そんな中、1583年、カトリック信者であったフランシス・スロックモートンが逮捕されます。彼は、メアリーとフランス大使の手紙を仲介していたとして、ウォルシンガムの監視対象になっていました。当局が踏み込んだとき、スロックモートンは、メアリー宛ての暗号書簡を書いていたとされます。彼の部屋は捜査され、カトリック軍が安全に上陸できる港の詳細や、イングランドのカトリック貴族たちの名簿などが発見されました。拷問されたスロックモートンは、ギーズ公がフランス軍を率いる予定であること、スペイン大使、メンドーサがフランスへ情報を流していることなどを暴露。これにより、メンドーサはイングランドから追放されましたが、フランス宮廷で暗躍を続けました。ウォルシンガムは、この事件の捜査を隠れ蓑に、本格的にメアリーの排除に向けて動き出します。1584年8月、ウォルシンガムはそれまで15年にわたりメアリーの監視役だったシュルーズベリー伯を解任し、ラルフ・サドラーを監視役に任命します。そして1585年1月には新たにアミアス・ポーレットを監視役とし、メアリーをタトベリー城に移したのです。シュルーズベリー伯はメアリーに好意的であったとされ、彼の元にいる間、メアリーにはかなりの自由が許されていました。しかし最終的に監視役となったポーレットは、急進的なプロテスタント信者で、メアリーを24時間体制で厳しく監視。おまけに、新たな居城となったタトベリー城は荒廃し、住環境は大幅に悪化したのです。それだけでなく、外部との通信は厳しく制限され、メアリーは外界から完全に隔離されることになりました。これはウォルシンガムによるメアリーの性格分析の結果を反映したものであり、彼が
メアリーの排除に向けて本格的に動き出した証拠でもありました。メアリーが外部との接触を遮断される中、イングランド側はメアリーの息子ジェームズ6世とエリザベスの関係強化を図ります。エリザベスはジェームズに年4000ポンドという多額の年金を与え、スコットランドをプロテスタント国家としてイングランドの影響下に置くことに成功したのです。ジェームズは母メアリーに対し、あなたは私の母であるが女王ではないと書き送りました。それはメアリーにとってこれ以上ないほどの拒絶であり、この時の絶望が彼女を無謀な陰謀へと走らせた一因であったのかもしれません。そして同じ頃、ウォルシンガム・セシル率いる枢密院は血の誓約を成立させます。これは女王の命を狙う陰謀を企てた者、あるいはそれにより利益を受ける者は発見次第報復するという超法規的な誓約書です。この誓約は明らかにメアリーをターゲットとしたものでしたが、タトベリー城に移されたのと同じ時期、なんとメアリーもこの誓約書に署名。そして1585年、誓約書の内容を法制化した女王の安全に関する法律が制定されます。これには法的に他国の女王であるメアリーを裁くことができる体制を作るという目的がありました。そして同時にメアリーの処刑をためらい続けるエリザベスへの牽制でもあったのです。1585年12月24日、メアリーはチャートリーホールに移されます。相変わらずポーレットが監視係ではありましたが、荒廃したタトベリー城と比較し、住環境は大幅に改善され、監視の網も少し緩んだかと思われました。メアリーはチャートリーホールへの移動を喜びましたが、これこそがウォルシンガムの恐るべき罠の最終段階だったのです。メアリーがタトベリー城で粗悪な環境に耐えている頃、ポーレットはウォルシンガムのスパイの一人、ギルバート・ギフォード協力のもと、チャートリーホールの準備を整えていました。もちろんそれは快適な住環境を整えるためではありません。タトベリー城で通信を遮断されていたメアリーがチャートリーホールに移れば、新たな外部との連絡手段を模索することは明らかでした。そこでギフォードはビールダルを使った通信傍受作戦を立案します。この時代、人々は水ではなくビールを主な水分補給の原料としていました。ところがチャートリーホールにはビールの醸造設備がなく、製造業者から定期的な配達が必要だったのです。彼はビール製造業者を買収し、防水ポーチに入れた手紙をビールダルの注ぎ口に仕込んで運ぶことを了承させ、忠実な協力者を装ってメアリーに近づきました。外部との通信手段を渇望していたメアリーは、これこそが唯一の希望だと信じてしまったのです。ビールダルに仕込まれたメアリーの手紙は、まず暗号解読者トマス・フィリップスに届けられ、ウォルシンガム用にコピーが作られます。解読された後、手紙は丁寧に元の状態に戻され、受信者へと送られました。メアリー宛ての手紙もすべて同様に開封、解読、コピーされた後、ビールダルに仕込まれた状態で彼女の元へと届けられることになりました。こうしてメアリーとその支持者たちとのやり取りはすべてウォルシンガムに筒抜け状態となったのです。ウォルシンガムが着々と包囲網を張り巡らせる中、パリで新たな陰謀の罵りが上がります。それはイングランドを追放された元スペイン大使メンドーサ・メアリーのスパイだったトマス・モーガンらによるもので、スペインのイングランド侵攻、イングランド国内のカトリック反乱、エリザベス暗殺、そしてメアリーの解放を組み合わせるという壮大な計画でした。この時、モーガンはバスティーユ牢獄に収監されていました。獄中から陰謀を企てるモーガンは、計画を成功させるためには、直接現場で指揮を執れるリーダーが必要だと考えます。そこで白羽の矢が立ったのは、亡命イングランド人大学の哲学教授、ウィリアム・ギフォードでした。しかし、彼は計画の危うさを見抜き、リーダーとなるのを断ります。そして次にリーダー候補となったのが25歳のイングランド貴族
アンソニー・バビントンでした。バビントンは容姿端麗で教養のある若者でしたが、理想主義で行動力の高い人物ではなかったといいます。およそ陰謀のリーダーに似つかわしくない彼が抜擢された背景には、やはりウォルシンガムの働きがありました。ウォルシンガムはウィリアム・ギフォードがリーダーを断ったと知るや、潜入していた二重スパイたちを使い、バビントンをリーダーにすべく工作したのです。バビントンはかつてメアリーの監視役であったシュールズベリー伯に仕えていた過去があり、フランス大使館からの手紙をメアリーに届けただけでなく、禁止されていたカトリック書物の普及を援助していました。こうしたことから彼はスパイネットワークの監視対象になっていたのです。すでにバビントン周辺に潜り込んでいた二重スパイたちは巧みに彼を説得しました。中でも友人として信頼を得ていたロバート・ポリーの説得の効果は絶大で、バビントンはついに自ら破滅への一歩を踏み出してしまうのです。陰謀のリーダーを引き受けたものの終始及び腰のバビントンは、フランスやスペインの侵攻など非現実的だと言って、早くも計画を降りることを考え始めます。ウォルシンガムの二重スパイ、ロバート・ポリーは友人を装い、ウォルシンガムから出国許可を得て国外逃亡することを提案します。バビントンはこの提案に飛びつきますが、当然それもスパイネットワークによる巧妙な罠でした。ウォルシンガムは実際にバビントンと面会し、出国許可をちらつかせる一方で、二重スパイたちを使い、彼が計画にとどまるよう説得させました。フランスやスペインの侵攻は確約されている。もうすぐメアリー様から手紙が来るはずだから、計画の詳細を暗号化して準備しておくべきだ。結局プレッシャーに負けたバビントンはメアリー宛ての手紙を書いてしまいました。手紙はバビントンの手を離れるやすぐにフィリップスによって解読され、ウォルシンガムのもとに届けられました。私の友人たち6名がカトリックの大義と女王陛下への忠誠を胸に、教皇から破門された王位簒奪者を処刑する決意を固めております。そしてついにウォルシンガムが待ちに待った瞬間が訪れます。バビントンの手紙からおよそ10日後の1586年7月19日、ウォルシンガムのもとに届けられたのはメアリーからの返信のコピーでした。そしてそこに書かれていた文章が彼女の運命を決定づけたのです。国内外の軍勢の準備が整い次第、例の6人の紳士たちを動かしなさい。彼らの計画が完遂されたのを見届け次第、私をこの場所から直ちに連れ出すのです。同時にあなた方の全軍を各地に展開し、私の到着を待つように。また諸外国からの援軍もその時を逃さず、直ちに到着するよう全力を挙げて準備しなさい。メアリーが陰謀に加担したことは明白でしたが、ウォルシンガムは手紙を元に戻す前に末尾にこんな文章を付け加えさせました。この計画を実行するという6人の男性の名前を教えなさい。こうしてバビントンと実行犯となるはずだった6人の男たちは全員逮捕され、大逆罪で有罪となったのです。激怒したエリザベスは彼らをより長く苦しませることを望み、バビントンは首吊りの後、意識のある状態で肉体や内臓を切り取られ、その遺体はバラバラにされ火にくべられました。あまりの残酷さに見物に来ていた市民たちからも同情の声が上がったといいます。メアリーは彼女の最後の地となるフォザリンゲー城に移されました。彼女は女王の安全に関する法律に基づき裁判にかけられることとなったのです。しかしメアリーは出廷を促すウィリアム・セシルに対し、私は女王です。議会の前でならば質問に答えますが、裁判にかけられるなど受け入れられません。と出廷を拒否。セシルはあの手この手で説得を続け、ようやくメアリーを法廷に立たせることに成功しました。この法廷でメアリーとウォルシンガムは初めて相対することになります。長い年月を費やし、少しずつ追い詰めてきた獲物をついに目の前にしたウォルシンガムはどんな思いを抱えていたのでしょうか。一方、メアリーの方は彼らが何を掴んでいるのか
全くと言っていいほど理解していませんでした。彼女は証拠として提出された手紙は彼女の秘書が書いたものであり、自身の手によるものではないこと、暗殺という表現はどこにもないことなどを堂々と訴えました。しかし彼女が知らなかったのは、バビントンや仲間たちが捕らえられ、すでに自白していたこと、そして手紙を代筆した秘書も捕らえられ、自白していたことでした。さらに手紙には海外からの援軍を受けて反旗を翻すことが明確に示されており、エリザベスへの反乱の証拠とされたのです。メアリーにしてみれば、自分は独立した王国の女王であり、イングランドでの拘束そのものが不当な扱いでした。彼女はそうした不当な拘束から逃れるための武力行使は反乱ではなく当然の権利であると考えていたようです。しかし残念ながら法廷の場には彼女の考えに賛同する者は誰一人いなかったのです。こうした彼女の主張を苦々しく聞いていたのはウィリアム・セシルでした。彼は、この状況から抜け出そうとするあなたの努力が失敗に終わったのは、すべてあなた自身の行いとスコットランド人たちの意思であり、我らが女王陛下のせいではない。と、ピシャリと言ってのけました。メアリーは、その後も同じ主張を繰り返し、エリザベスとの対面を求めましたが、最後まで聞き入れられることはありませんでした。こうして、10月25日、ウェストミンスター宮殿の星の間において、メアリー不在の中、有罪が言い渡されたのです。そして、12月4日には、評決の結果が正式に通達されました。エリザベスは、メアリーの処刑に反対したと言われますが、それはあくまで、法にのっとり、自らが署名した死刑執行命令書をもって処刑することを反対したに過ぎません。彼女は、血の誓約の内容に基づき、メアリーが暗殺されることを望んだのです。しかし、セシルは、あくまで法にのっとった処刑にこだわりました。そして、翌年の2月1日、エリザベスは、ついに死刑執行命令書に署名。この時、病気で寝込んでいたウォルシンガムを皮肉り、彼に伝えなさい。きっと悲しくて死んでしまうわね。と言ったとされます。1587年2月7日、シュルーズベリー伯とケント伯がフォザリンゲー城を訪れ、メアリーに翌日処刑が実行されることを伝えました。これを聞いたメアリーは、しばらくの沈黙の後、私をこんな世界から永久に連れ出してくれることに感謝します。私はもう誰にも必要とされていない。と言ったと伝わります。そして、高価な所持品を次々と次女や主治医に配り、最後の手紙をしたためました。その宛先は、彼女が心の祖国と定めていたフランスのアンリ3世でした。かつての義弟であり、まだゆりかごにいる頃から知る彼に、彼女は人生最後の手紙を書いたのです。明日の朝、8時に処刑されることになりました。カトリック信仰と神に与えられたイングランド王位継承権が私を死に追いやったのです。どうかすべてを取り上げられ、ただカトリック信徒として死んでいく女王のために祈ってください。そして1587年2月8日、スコットランド女王メアリー・スチュアートはその波乱の人生を終え、神の国へと旅立っていったのです。執行人は首を一撃で落とすことができず、メアリーは苦しみながら亡くなったと伝わります。生まれながらの女王として輝かしい人生を送るはずだったメアリー・スチュアート。その人生は早すぎる夫フランソワの死とスコットランドへの帰国から微妙に狂い始めることになりました。その後の彼女があらゆる選択を誤り続けたことは事実ですが、それは本当に全て彼女の意思だったのでしょうか。ウォルシンガムやセシルはプロテスタント国家としての安定とその象徴としてのエリザベスを守り抜くためあらゆる手段を講じました。メアリーがイングランドへの亡命を決めたその瞬間から処刑へのカウントダウンは始まっていたのかもしれません。女王のプライドとスパイの意地がぶつかり合った手に汗握るバトル、あなたはどう思いましたか？メアリーが
ウォルシンガムの罠から逃れるチャンスはあったと思いますか？ぜひ、あなたの感想をコメント欄で教えてください。このチャンネルでは、最新の研究や専門書に基づき、歴史の裏側に隠された真実に迫ります。動画が気に入ったら、いいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。